ご視聴ありがとうございます。スカイリム面白死体研究会会長のめいめいひまりです。今夜も私が選んだとっておきの面白死体を紹介するわ。今回紹介する死体は、鋭利な歯のフローキよ。彼はフローキの小屋に住む老人で、カイネの聖なる試練のクエストの開始元となる死体よ。他のクエストで立ち寄ることがない場所だから少しマイナーな死体かもしれないわね。彼は決して優秀な死体というわけではないけど、かなり変わった特性を持ってるから今回紹介することにしたわ。というわけで早速その特性について説明していくわよ。始まるよー。フローキは弓を得意とする軽装戦士よ。得意といっても他の弓使いと比べると大したダメージを与えることはできないわ。彼の利点を挙げるとしたら、体力が自動回復するという点で、彼はエルダーという人間のお年寄り全般が分類される種族に属しているのだけど、この種族は自動回復するという特徴を持っているわ。獣人は本来自動回復しないから、ダメージを受けたらその都度回復する必要があるのだけど、エルダーの場合はその必要がないから他の種族より管理が楽になるわ。彼はエルダーの中では戦える方ではあるのだけど、それでも普通の種族と比べたら明らかに弱いから、やっぱり戦力面での利点はないと言っていいわ。それじゃあ彼の特性とは何なのかというと、2体手に入れられるということよ。名前ありの NPC で同時に2体獣人にできるものはなかなかいないと思うわ。彼らを揃えるための条件は普通にプレイしてたらまず満たすことがないものよ。だから彼らは特殊な条件を満たしたという満足感を得るためのコレクター向けの死体と言えるわ。説明しよう。次はステータスを見ていくわよ。これがフローキのステータスよ。いろいろと問題があるのだけどまず目につくのはパークを一つも持ってないということね。敵として出てくる NPC はパークを持ってることが多いから、この時点で戦力として運用するのには向いてないと言わざるを得ないわ。得意スキルは弓術なのだけど、最大レベルが低い分スキルレベルも低くなるから、パークを抜きにしても与えられるダメージは低くなってしまうわ。ただエルダーはまともな戦闘スキルが設定されてないことが多いから、得意な戦闘スキルを持ってる時点で他のエルダーよりは優秀だと言えるわ。一応片手武器と盾の適性もあるのだけど、体力が低いから持たせるならやっぱり弓の方がいいわ。彼は軽装の適性もあるのだけど、革製の防具を腕と足につけてるだけだから防御力はほとんどないわ。ただエルダーは基本服しか着てないからたとえ腕と足だけでも防具を着てる彼は貴重な存在よ。超錬金を使えば腕と足だけでも防御力をカンストさせることができるから、装備を自作する資料術師にとっては戦闘面でも使い道があるかもしれないわね。死んでくれません？それじゃあ入手方法を説明するわ。イバルステッドから南に進んで、山を登るとすぐに小屋のアイコンが見えてくるから、その方向に進めば、フローキの小屋に到着するわ。中に入るとフローキと孫のハミングが暮らしているのだけど、ハミングはヘルゲンで両親を亡くしていて、祖父であるフローキに引き取られたという背景があるわ。というわけでフローキを倒せば、彼の死体が手に入るわ。彼を倒すとカイネの聖なる試練が失敗になってしまうのだけど、クエスト報酬であるカイネの記章は死体から手に入るから問題ないわ。この手順なら彼の死体が消えることはないのだけど、クエストを終わらせてしまうと、時間経過で消えるようになってしまうから保存のためにもクエストは完了させない方がいいわ。彼は別に襲いかかってくるわけではないから倒す必要は全くないのだけど、なぜか彼を倒した場合専用のイベントが用意されているわ。メインクエストを進めてソブンガルデに入ると、クエストの進行状況によってはウルフリックなどのノルドの戦士たちと出会うことができるのだけど、事前にフローキを倒していた場合は、なぜかフローキとも出会うことができるわ。ここに出現する他の名前あり NPC は不死属性を持っているのだけど、フローキだけは不死属性を持ってないから、倒して蘇生させれば、2体目のフローキが手に入るわ。スカイリムに帰ってきた後は一時的にいなくなってしまうのだけど、ファストトラベルすればワープしてくるから、これで2体のフローキを揃えることができるわ。ただしソブンガルデから持ち帰った方は時間経過で消えてしまうから、保存するには宝の地図などの保存アイテムが必須になるわ。ちなみにソブンガルデから持ち帰った方は謎のオーラに包まれてるから、どっちがどっちかわからなくなった時はこれで見分けるといいわ。普通にプレイしてたらフローキを倒すことなんてまずないと思うけど、ソブンガルデに入る前に倒しておかないと彼らを2体揃えることができないから、死体コレクターの人は注意してね。ご視聴ありがとうございました。
というわけで今回は鋭利な刃の不老機について紹介したわ。戦力としては全く役に立たないけど、条件次第では2体手に入れられるし、ソブンガルデから持ち帰れる死体というのはコレクター魂をくすぐるものだと思うわ。それじゃあ今回の動画はここまでよ。よかったらいいね、高評価してもらえると励みになるわ。またね。